皆さんこんにちは。今日はいつもと少し違う動画です。このチャンネルの現在の状況をお話ししたいと思います。このチャンネルを始めたのは2025年の11月です。とてもいいスタートでした。動画を出すたびにたくさんの方が見てくださいました。日本語を勉強しています。この動画が好きですというコメントをもらいました。本当に嬉しかったです。コメントを書いてくれてありがとうございます。最初の1ヶ月はとても良かったのですが、実は12月中頃から状況が変わり始めたんですよね。YouTube のアルゴリズムで動画を見てもらえる機会がどんどん減っていったんです。正直めちゃくちゃ焦りました。 YouTube クリエイターがおすすめする改善策をいろいろ試したりもしました。でもなかなかアルゴリズムは回復しませんでした。それで投稿頻度を上げることにしました。ポッドキャスト形式の動画に変えたのも投稿頻度のためだったんです。急にポッドキャストに変わったのできっと驚いた方もいましたよね。それまで作っていたストーリー形式の動画は実は作るのにとっても時間がかかってたんです。ポッドキャスト動画は1ヶ月半で計8本投稿しました。アルゴリズムは一瞬回復したんですけど結局ダメでした。アルゴリズムのせいだけでなく、もう私の実力不足ですよね。自信をなくした上に、同じ時期に YouTube の仕組みの変更もあって、どんなコンテンツを作ったらいいのか、どんなコンテンツを作りたいのか、わからなくなってしまいました。もう完全に迷子です。それで私自身を回復させる必要があるなと思って、一旦 YouTube 活動から離れることにしました。動画投稿をお休みして3週間休んでみて、アルゴリズムのストレスからは解放されました。でもどんな動画を作ればいいのかはまだわからないままです。どうしようと悶々としていたら、この動画を撮ることを思いつきました。急に投稿が止まった理由を皆さんに話してみようと思いました。この動画の日本語はいつもより少し難しく感じるかもしれません。いつもはレベルに合わせて文法、語彙、表現、話すスピードを細かく調整しているのですが、この動画は内容的にレベル調整が難しかったので、あえて調整をしないことにしました。だから日本語ネイティブの私がいつも使っている言葉で話しています。難しく感じるところもあると思います。意味は字幕で確認していただけると嬉しいです。これからどんな動画を作るか、まだ答えは出ていないので、しばらくは一貫性のない動画を投稿してしまうかもしれません。それと毎日投稿している漢字クイズはこれからも続けていきますので、引き続き楽しんでくださいね。日本語に興味を持ってくれてありがとうございます。必ず戻ってくるので、また一緒に歩いていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。